中国の不動産債務問題が国内の大手国有銀行に悪影響を及ぼしています。不良債権の比率が上昇し、バランスシートが崩れている状況です。バランスシートが崩れるとは、収支のバランスが取れていない状態を指します。例えば、中国交通銀行の去年の決算では、不動産部門の不良債権比率が 5% に達し、2022年の 2.8% からほぼ倍増しました。中国工商銀行も住宅ローンの不良債権が 99.6% 増えたと発表しています。今後、中国建設銀行、中国銀行、中国農業銀行も決算を発表する予定ですが、どこも不動産債務問題でバランスシートが崩れていると考えられます。銀行が倒れれば、経済全体が影響を受けるでしょう。ということで、少し中国工商銀行について考えてみましょう。中国工商銀行 ICBC は中国最大の商業銀行であり、世界でも最大級の銀行の一つです。1984年に設立され、主に商業銀行業務を行っていますが、投資銀行、資産管理、保険、リースなど多岐にわたる金融サービスを提供しています。ICBC はその規模、資産、利益、顧客数のすべてにおいて、世界的に影響力のある金融機関です。隠れ不良債権も世界最大級でしょうね。中国の銀行が世界のトップ3ですから、銀行危機が来ると、当然世界に波及します。複数年にわたり、フォーブスやフォーチュンの世界の最も大きな企業ランキングで上位にランクインしています。2023年末時点での総資産は約4兆ドルに達しており、その影響力は国内外で非常に大きいです。サービスと事業範囲。ICBC は中国国内に広範な支店舗を持ち、農村部から都市部まで広くカバーしています。また、海外にも多数の支店や支社を展開しており、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなどに進出しています。これにより、グローバルな金融ネットワークを構築し、多国籍企業や個人投資家に対してサービスを提供しています。最近の動向。中国の不動産市場の不況は ICBC を含む大手銀行に影響を及ぼしています。不良債権の比率が上昇しており、バランスシートへの圧力が増しています。例えば、2023年には中国国内の不動産向け不良債権が1年前から約3割増加しました。また、都市化率の上昇ペースが鈍化し、住宅市場の低迷が続いているため、金融システムへのリスクが高まっています。それでは、決算についても簡単に。2024年1から3月決算。収益 1500.9 億元、31兆5189億円、マイナス 2.18%。営業利益 1015.05 億元、21兆3160億円、マイナス 3.77%。純利益 876.53 億元、18兆4071億円、マイナス 2.78%。あれれ？第1四半期は GDP が 5.3% 成長しているはずですが、おかしいな。銀行の利益が縮小しているのに、GDP が落ちることなんてあるのかな。毛利の小五郎おじさんにでも聞いてみよう。非常に不思議なことですね。まあ、実際は GDP も、銀行決算も、イカサマなんでしょうけれど、本当の情報を出すことから、不動産バブルの最終地点からやり直すこともできるのでしょうけれど、中国は間違った成功体験をしてきましたので、なかなか現実を見ることができないようです。それは、不動産バブルを抑え込んで、弾けそうになったら緩めるということの繰り返しで、ここまで成長してきました。今回も、不動産規制を緩和して、バブル崩壊を防ごうとしています。みんなわかっているのです。そんなことをしても、時すでにお寿司ということを。この不動産の負債が、次は銀行セクターに回ってきます。銀行セクター崩壊が中国経済崩壊の大本命です。それはかつて皆さん経験しておられると思います。私のように生まれていなかった方もいらっしゃいますし、説明いたしましょう。それが日本のバブル崩壊です。バブル崩壊で日本の失われた資産は、土地、株だけで、約1400兆円とされています。
内閣府の国民経済計算によると、日本の土地資産は、バブル末期の1990年末の約2456兆円をピークに、2006年末には約1228兆円となりおよそ16年間で、約1228兆円の資産価値が失われたと推定されています。中国は GDP も不良債権も何が本当かわかりませんので、少なく見積もっても日本の10倍になると思われます。現在はなんとかしのいでいるのですが、最近の株価も少し落ち着きを見せてきましたね。中国はバブル崩壊を独裁政権という強い力で一時冷凍保存しているに過ぎません。これから先はアメリカ経済を見れば将来像が見えてくると思います。アメリカがディプレッションに近づきつつあり、リセッションを超えて、つまり不況に進みつつあります。アメリカの不況のせいで中国経済が悪くなった。きっとそう言いたいのだろうと考えています。それでは少し銀行に触れましたが、原因はやはり不動産セクターの崩壊ですので、その話もしなければいけません。中国の不動産市場は非常に厳しい状況にあり、大手不動産開発会社が次々とデフォルトや経営破綻に陥り、銀行などの金融機関に大きなダメージを与えています。例えば、中国の不動産大手ワンダグループは、ショッピングモール部門の支配権を約1兆2600億円で手放すと発表しました。バンカ企業はなかなか大変なようで、政府と強いつながりがあることが唯一の生命線と言うべきでしょうか。バンカ企業は中国の大手不動産開発会社ですが、最近大きな問題に直面しています。バンカ企業は2023年後半から不動産市場の低迷と資金繰りの悪化により財務状況が悪化しました。2024年初頭には2四半期連続で赤字を記録しており、販売不振と資金繰りの問題が深刻化しています。規制当局はバンカ企業の問題について金融機関と協議し、大手銀行に対して金融支援を強化するよう要請しました。さらに、複数の保険会社がバンカ企業の債務リスクについて注意喚起を行い、年金運用会社に対して警告を発しています。バンカ企業は短期的な流動性問題に対処するため、公的機関と協議し、一連の対策を講じる計画を立てています。しかし、依然として資金繰りの問題は解決されておらず、経営の安定化には時間がかかると見られています。このような背景から、市場関係者はバンカ企業の動向に一層の警戒を強めています。不動産市場全体の低迷が続く中、バンカ企業の財務問題がさらに深刻化する可能性が高いとされています。カントリーガーデンは経営難に陥り、先月の決算発表を延期し、香港証券取引所では株式の売買が停止されました。カントリーガーデンの最終損益は約1兆円の赤字となり、一部のドル券債券についてデフォルトに陥ったとされています。さらに、一部の債権者が香港の裁判所に会社の清算を申し立てており、経営難が浮き彫りになりました。他にも、格付け会社フィッチ・レーティングスが、中国2位の民間大手不動産開発会社龍湖集団をネガティブに格下げし、バンカ企業の純利益が前の年より 46% 減少するなど、不動産市場全体が低迷しています。中国の不動産バブルは20年間続き、じりじりと値上がりを続けたため、多くの庶民が無理をしてでもマンションを購入しましたが、現在は価格が下落し、多くの未完成マンションが放置されています。不動産開発会社の資金不足で工事が終わらず、ローンだけを払い続けなければならない人々が増えています。中国経済が100年に一度の大危機に直面する恐れがあるとの警告も出ています。不動産分野の不良債権は膨大で、その実態を中国政府も把握できていない状況です。海外投資家たちは脱中国を始めており、中国企業の資金調達がさらに厳しくなっています。投資家が中国への投資を躊躇する要因として、不動産債務問題に加え、台湾有事の危機感や中国政府が経済データを改ざんしていることが挙げられます。例えば、1月から2月の不動産投資額が前年同期比で 9% 下落したと発表されていますが、
実際の下落幅はもっと大きいと専門家は指摘しています。中国の住宅価格は 11% 下落し、月年数の古いマンションも同様に下落しています。これに対し、米国とスペインの住宅価格は、5年以上にわたって30から 40% 下落し、日本は18年間で 47% 下落しました。まだまだこれからでしょう。人口の3倍の住宅が、米国やスペイン、日本にあったでしょうか。ゆっくりしていってね。中国政府は、失業率の悪化を示すデータも発表しましたが、これも実際にはさらに深刻であると見られています。中国政府は2024年5月17日に新しい不動産政策を発表しました。この政策は大きく2つに分かれます。1つ目は住宅ローン金利の下限撤廃や頭金比率の引き下げで住宅購入者の負担を軽減する施策。2つ目は政府による売れ残り不動産の買い取りです。特に注目されたのは後者で、4月末の共産党政治局会議で、示唆されて以来、市場の高い関心を集めていました。政策発表後、市場は一時的に上昇しましたが、政策内容が予想を下回ったため、利益確定の動きが見られました。実際の政策の効果は限定的であり、住宅ローン金利の引き下げや地方政府による不動産の買い取りが中心です。しかし、売れ残り不動産の買い取り資金は3000億元にとどまり、実際の需要下支え効果は疑問視されています。政策の目的は不動産企業のキャッシュフロー改善であり、住宅市場の需給改善や景気刺激を直接目的としたものではありません。それにもかかわらず、中国政府が不動産在庫問題に取り組んだことは評価されています。今後もさらなる政策が期待されており、海外投資家も引き続き注視する価値があります。私の意見はこうです。現在、中国未完成不動産は97兆円に達しています。完成させるのにも87兆円は必要と言われています。6.3 兆円。桁が一つちゃうんと、ちゃいまっか。一帯一路では、アフリカ投資が 94% 減少。お金がないのが明白です。日本には、いい言葉があります。焼け石に水。ここからは、少し結論について話していきたいと思います。正直、いつ金融バブル崩壊するか、わかりません。ただ、私は、この歪さは解消されると思います。理由としてはいくつか挙げられます。一歴史的に見ても、ソ連はどうして滅んだのか。もし、中国が耐えられるのであれば、強権だったソ連はどうして崩壊してしまったのでしょうか。中国はその巨大さにより、北朝鮮にはなれないと考えます。ソ連も国が小さければ立ち回れたのでしょうけれど、大きな国だからこそ長く存在できたと考えられます。中国は共産主義と言いながら、貧富の差を示すジニ係数は、2023年のデータによると 0.465 です。ジニ係数は0に近いほど平等、1に近いほど不平等を示します。この数値は中国の所得分配が依然として不平等であることを示しています。以下は主要先進国のジニ係数再配分後の可処分所得です。日本 0.33、アメリカ 0.39、ドイツ 0.30、フランス 0.30、イギリス 0.37、韓国 0.33、スウェーデン 0.29、デンマーク 0.27。これらの数値と比較すると、中国のジニ係数は他の先進国と比べて高く、不平等の度合いが大きいことがわかります。貧富の差が大きいということは、それだけ不満も多くなるということ。その不満の行き着く先が崩壊であり、そしてその不満の多くが経済的な不平等から来ます。2、不動産危機からの金融危機。不動産危機は現在お話しした通りです。金融資産であった不動産バブルの崩壊。住む家ではなく投資物件。行き着く先が机上。すでに人民の3倍の家があります。どうして生き延びることができるのでしょう。政府が安く買い取ると明言しています。つまり資産に計上されていた物件が現金に変わりますが、在庫処分損失が出るということ。資金流動性が若干上がりますが、赤字計上の額が大きくなるということです。さて、
銀行は利益が出ていない中、赤字を出す企業にお金を貸せるほど余裕があるのでしょうか。答えは、前に述べた通り、純利益が減るということです。政府の圧力で、融資平台の譲渡負債に投資することになりましたが、簡単に説明すると、地方政府が運営する怪しい帰ってくるかわからない債券に、政府の命令で投資させられたということです。政府が責任持ってくれるのでしょうか。今の不動産政策を見ていると、その期待は薄そうです。もう一つ付け加えます。人口の3倍の家がありますが、6億人の年収は27万円以下です。みんなが300万円や400万円稼いでいないです。欧米の情報で不動産が安定化するという情報がありましたが、どのあたりにその根拠があるのか全くわからんです。足は飾りだとでも言うのでしょうか。首席ならうまくやれます。その言い方、気に食わんな。だが信じよう。とは、なれませんね。私は、自分の中の可能性の獣を信じることにします。3スタグフレーション。現在、中国曰く、貧乏人セット、と言われる朝食バイキングが流行っているそうです。さすがにネーミングが辛辣ですね。せめてアンハッピーセットに。しかし、そのセットも原材料高に押され始めています。先日は、ガス料金が異常に上がったという話をしましたが、地方政府は、不動産売却益でしか収入がなかったので、代替手段として公共料金から取り始めました。こんなことが続くと、私は太平天国の乱が起こるのではないかと思います。公務員給料カット、リストラ断行、本当の失業率は言えない。出てくるのは都市部の失業率だけ。週に1時間働いたら雇用。上海から外国人がいなくなり、オフィスは教育費を払えば、家賃はただ。バス会社、税務局員、教師、北朝鮮労働者、公務員、民間企業のリストラ、給料未払いは常態化。中国直接投資は 81.7% 減。以前から言っていますが、GDP が 5.2% 成長するには、落ち込んだ不動産を埋めて、ピアノ会社が半分倒産した分の売り上げを、さらに埋めて、潰れた外食産業のサービスを埋めて、さらに、そこから 5.2% 分を成長しなければなりません。現在起こっているのは、その状況からほど遠い、迫り来る減安インフレと、失業、給与カットの嵐。つまりスタグフレーションです。残念ながら、これを国家統計局からは、推し量ることはできません。経済が悪いというと、拘束されてしまいます。経済が良い国の株式投資が空売りを禁止するでしょうか。こっちは、まるっと、すべてお見通しだ。最終的には、不動産だけでなく、EV メーカーや、地方などの借金が返ってこず、金融危機に至ると思います。現在の不動産政策を見ていると、金融危機が来ても、迅速には動かないでしょう。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。